アズラックの街中に入ってきて、アズラックキャッスルに来ました。アズラックは本当にキャンプに来ただけで街中まで来たことなくて、もうサウジの国境、イラクの国境に近い街なんですけど、かなりこの古いお城らしいですが、誰もいません。貸し切り状態。なんかお城に文字が彫ってありますが、残念ながら僕は読めません。こんな感じのアズラックキャッスルです。こういうタイミングでもないとなかなか来れないんですけど、今ここの、代表の人が、日本に来たことがあると。なんかこういう古い建築物の、修復とかそういうのを46日間日本で学んだと言っておりました。アッサラムアレイクム。ヨルダンの外れ、サウジアラビア、それからイラクの国境に近いアズラックという町に来てます。今僕がいるのはですね、アズラックキャッスルという昔のお城です。もう日本人はペトラとかワディラムとか、そっちには行きますけど、多分アズラックに行く人ほとんどいないんじゃないですかね。まあ今日は朝早いこともあってですね、このアズラックキャッスルは貸し切りです。なんかもうこれちょっとどうかなと思うんですけどね、こんな感じで穴が開いてるところをですね、城壁を歩けるんですけど、意外と怖い。これ崩れたらどうしようみたいな。結構ですね、このあっちこっちこうやって穴が開いてるんですよね。そんなところをですね、城壁歩ける、そんなアズラック城です。ここもね、なんか行けそうな感じがするんですけど、これ行くのマジ怖いっしょ。これ行っちゃっていいのかなっていう。この足元の距離、高さ6メートル、落ちたら結構痛い。で、ここに足をついてこの石がバキって折れたらどうしようと思ってしまうんですが、せっかくなんでこの奥、ここに行きたいなと思うのです。トライしてみます。アズラック城の城壁なんですけど、こっから渡るとこのなんか城のなんですかね、物見小屋みたいなところに行けるんですけど、大した距離じゃないんですけど、バキって折れたらどうしようと思うんですけど、折れないことを信じて行きます。あ、大丈夫だ。意外と平気。でも下見たら絶対怖いよ。で、この先を撮りたいんで、その携帯を僕に渡すためにこっち来てください。アズラック郊外にあるアムラ城です。砂漠の中にポツンとある、昔のお城です。こ
こが昔のお風呂だったようです。で、上にドームがあるんですが、これ後でご案内します。一応唯一ここに案内があってバスと、でこの小さなお城なんですけど、隣側にですね井戸があります。これ井戸なんですけど、はい、こんな感じの、鳩が巣を作ってますが、深さ25メートルの井戸、残念ながら今ドライアップ、干上がっちゃってますけど、この水をですねここで汲み上げます。で人力でもいいんですけど、ここを、ドンキロバをですね使って、ロバの力を借りて、ロバがこの周りをぐるぐる回ることによって水を汲み上げてたと。でその水をですねこちら側に移動してお風呂などに利用してたと。この中のですね壁画がすごいんですけど、これが多分メインルームエントランスで、昔のローマ時代に囚われた人たちの壁画とかがあったり、上の方見るとこの狩猟の絵ですね、猟をしている、で楽器を弾くような人がいたり、ものすごく雰囲気いいところで、奥に入っていくと暗くて見づらいんですけど、下モザイクになってます。こんな感じで床も凝ってる感じですね。でもこれ昔の生活を描いたような壁画がずっと描かれてます。こんな感じです。なんかだいぶこの色あせた感じがまたかっこよくて素敵なんですけど、ここもですね昔の狩猟の様子、動物を狩りしてさばくような、そんな壁画になってます。で奥に入っていくと、これはガイドの人が教えてくれたんですけど、ここがマッサージ部屋だったそうです。ここでマッサージを受けて、奥に入ると。で先ほどの井戸がこの窓の向こう側にあるんですけど、ここに水を持ってきて、なおかつ火を焚いて、ここサウナルームだったそうです。この大昔からサウナがあったんですね。でその奥に行くとドームの内側になります。このドームがですね、ここから天体観測をしてたそうです。7世紀あたりに作られたこのアムラ城ですけど、そんな天体観測をしてたという。こういうとこから水を引いてきてサウナにしたんですかね。マッサージがあってサウナがあって天体観測をして、こんな素敵なところです。このサウナルーム、マッサージルームの上もこんな感じの壁画があって、言ってみればもう完璧なスパ施設、こんな感じです。今もう一回来てますけど、彼が案内してくれました。ずっと貸し切りだったんですが、今、観光客が一組来たみたいですね。
こんな素敵な場所です。はい、外に出てくるとこんな感じです。イスラエルの戦争の影響で、観光客が減ってしまって、ここの従業員の人たちも困ってるっていう話をしたんですけど、僕が、今日一番の、お客さんだったみたいですけど、今2組目がちょっとヨーロッパ系の人に見えましたが来てくれてて、このあんまり観光としてメジャーじゃない、ここへ来てくれる人ってなんか僕が嬉しいって思う必要もないですけど、ちょっとありがたいかなと。砂漠の真ん中にポツンとあるアムラ城です。せっかくなんで高台に行ってちょっと景色を楽しんでから帰ろうかなと。なかなかヨルダンの中でもこのアズラック方面ってアクセスも良くなくて、バスで来てもって感じですね。アズラックの街中にバスで来ることはできるんですけど、そこからこのアムラ城まで結局車がないところでチャーターするかっていうことになると、なかなか普通の観光客の人が来づらい感じかなと。で、周りにその隣接した観光施設がないんで、ここに来てついでに他のところも行けるとかそういうのがないんで、なかなかこのヨルダンに来てもこのアムラ城まで来る人って少ないと思うんですけど、それゆえにっていうところもありますけど、この砂漠の真ん中にポツンと立つアムラ城、とても素敵です。 iPhone のカメラで読んで翻訳と消えちゃう。なんか年代はあんまりしっかり分かってないっていうことが書かれてますね。便利な時代ですね。英語を読めなくはないけど、こうやってやった方が早いですもんね。素晴らしい。ゆっくり読みましょう。ヨルダンの、アズラック郊外にあるアムラ城に来てます。砂漠の中にあるたった一個のお城です。世界ヘリテージなんちゃら、そういうなんですかね、そういうところに指定されてるって書いてありましたけど、またもや貸し切りです。ここはそのペトラとか他と比べてあまり有名でもないで、しかもアクセスも良くないで、周りについでに立ち寄れる観光地がないんで、貸し切りで、今ここの、アムラ城の人がいろいろ案内してくれたんですけど、アラビア語しか喋れなくて、でも携帯の翻訳ツールでもうそれ用の英語になるやつがあって、全部説明してくれたんですけど、このアムラ城の中に、スパがあって、マッサージルームがあって、サウナがあって、で後ろのドームですけど、あれ天体観測をしてたらしいです。で中に綺麗なモザイクがいっぱいあって、もう時代ですかね、こういうとこのこの日本でいう学芸員みたいな人が、英語を喋れなくてもスマホ一つで案内してくれると、ものすごく素敵なとこでした。で、一生懸命案内してくれたんで、ちょっとチップを実は入場料もタダにしてくれちゃって、いいよって言ってくれたので、その分チップあげてお返ししたんですけど、一日どのくらいの人来るのって聞いたら、今日もう僕しか今来てないところなんですけど、前はそこそこ人来てたんだけど、やっぱガザで戦争が始まってから全然観光客も来ないし、もう従業員として僕たちもすごい影響を受けてるっていうのを翻訳ツールで出してくれて、だからお隣の国のイスラエル・パレスチナ戦争が、この国ヨルダンは戦争のこの被害を受けてないんですけど、結果としてお隣の国が戦争していることによって観光客来ない、
でヨルダンのいろんな観光に関わる人たちも影響を受けちゃってるっていうのを今ちょっと聞かせてもらって、最終的にこうやってこれでヨルダンもこの経済が悪化すればまた次の戦争になってしまうし、一個の戦争がこの、イスラエルパレスチナでやってますけどいろんな国に影響を及ぼして、もちろんイスラエル軍このレバノンにも侵攻しちゃってるんで、今たまたまこのヨルダンは平和で、この中東の中でこの長年一回も戦争に遭ってない本当に奇跡的な国だと思うんですけど、こういう砂漠の中にものすごく貴重なこのお城とかがあってもそこに来る人も少ない、一生懸命案内してくれたんですけど、ちょっとこの雰囲気を僕ちょっと味わいたくて、しばらくここでコーヒー飲んでゆっくりしてから帰るねっていうことで、今案内の人さっき帰ってもらった、最後事務所挨拶行くよって言ったところなんですけど、本当にこの砂漠の中に一個だけあるこんなお城です。こんなすごいとこに、誰もいないっていうのがちょっと贅沢でも、それを味わえるのがちょっと贅沢ですよね。こんな感じです。ちょっとリラックスできそうな高台まで上がってくると、野村城がこういう風に見下ろせます。小さなお城ですけど一見の価値ある感じです。アズラック近郊砂漠の中のお城巡り、最後のお城名前忘れちゃった今までずっと貸し切りだったんですけど、ここはぼちぼち観光客がいます。今そのチケット持ってるかって聞かれて、持ってませんって言ったんですけど、アズラックから来たのかって言ったらイエスって言ったら入場料が無料になりました。なんかアズラックで泊まると、昨日ちょっとくれたなんかこの辺のなんかフリーパスみたいな、どうもそれが使えるような。でもアズラックで僕が泊まったかどうかの証明を出せって言わないのがこのヨルダンのいいとこですね。実際泊まってるんですけど、何の証明書もらったそのペーパーを見せなくても無料で入ることができました。ちょっとさっきのアムラ城に比べると大きいですね。そして駐車場からがちょっと距離がある。アムラ城と違ってガイドしてくれる人がいないんで何かわからないんですが、なんかこの上からの木漏り日がちょっと綺麗な感じですね。あえてここに光が当たるように設計してると思うんですが、そうですね、ここにも光が。でもどっから入ってきてる？どこ？光が？不思議な空間。アムラ城のおじさんが、これ光がちょっと筋が見える。映るかな？ちょっと明るすぎて映んないか。天窓からちょっと映るかな。天窓からの光の筋が。
ガイドがあった。ハラナキャッスル、このハラっていうのがなかなか日本人は発音できないんですが、700年代。なんか石を積み上げたんじゃなくて、なんかくり抜いたような作りです。壁は積み上げてるんですけど、この天井の削って作ったような作り。ここもやっぱり天窓からの光が入るように。2階にも上がれるみたいですね。どうも光の入り方が素敵な作りしてますね。こんな感じの窓奥じゃないですけど、玄関からの光がいい感じにこう中を照らしてくれている感じがしますね。それではちょっと2階へ上がってみましょう。ほぼ左右対称っぽい作りですね。これがお城の先端部分。今までどこ行っても化石だったんですけど、ここだけは観光客が来てるのがちょっと不思議。僕の感じはさっきのアムラ城の方が好きですけどね。
降りられるかと思ったら単なる出窓でした。迷子になったこっちから来たっけな。よいしょよいしょよいしょ。昔この辺が何部屋だったんですかね。なんか昔の建物はそれを想像するのが楽しいですね。全てのガイドがあるわけじゃないですけど、この部屋がどういうふうに使われていたのかって思うのがちょっと楽しいですね。残念なことに壁にいっぱい落書きがある。上はちょっと上がれない感じ。ここはちょっと広めな部屋。はい、脱出路が見つかりました。実際僕の目で見ているよりもこの動画の画面で見た方が綺麗に見えるな不思議な感じ。はい、降りてきました。こんな感じのお城ですね。ちょっと最新のカメラを使ってこのガイドを英語で書かれてるやつちょっと翻訳できるかどうか試してみようかな。もう今そういう時代ですよね。一生懸命こう頑張ってこの英語を読んでたのが iPhone のカメラで読んで翻訳した方が早いと。ちょっとトライしてみます。アルハラナの詳しい、解説を読んでみました。どうもこのイラクやメソポタミアのなんかこのデザインがあってその信仰があったんじゃないかと。でこのお城自体がアルハラナっていうカスルアルハラナって言われてますが、どう使われていたのかまだ学者の中でこうなんていろんな議論があって分かってないらしいですが、最も有力なのがこの昔の漢、この宿屋だったと。もしでもこれが本当にアルハラナが、宿屋として使われてたんであれば、イスラムの中での最古の宿漢であるということが言われていると。なるほど。そうやって見るとまた面白いですね。生まれて初めて iPhone の翻訳機能を使わせてもらって、アルハラナの中にある解説文、英語の解説文を日本語で翻訳して見てみました。確かに小部屋がいくつもある。でちょっとこの外光を入れる光の感じを考えると宿屋であったっていうのはなんかありそうな感じですね。機能的っていうよりもちょっと美を意識したこの外光の取り入れ方、面白い感じです。